皆さん、こんにちは。ひなです。いつも私のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。突然ですが、皆さんは何番目の子供ですか？日本では長子、長女、長男ですね。長子は責任感が強い。真ん中の子は空気を読む。末っ子は甘え上手。一人っ子はマイペースというイメージ、ステレオタイプがあります。皆さんはこのイメージを聞いてどう思いましたか？確かにそうだと思いましたか？それとも自分は違うと感じましたか？今日はこのステレオタイプが本当かどうかっていうのを私自身の経験を交えながら考えてみたいと思います。まず、なぜこのようなイメージができたのかについてですが、調べてみたところ、科学的にははっきりした結論は出ていませんでした。それでも多くの人が確かにそうなのかもしれないと感じているからこそ、今でもよく話題になっているんだと思います。では、実際のところどうなのか、私自身の経験から考えてみようと思います。子供の頃を振り返ると、家はかなり厳しい方だったと思います。ゲームは買ってもらえない。毎日8時には寝なければならない。帰ったらまず宿題をするというルールがありました。ただ、小学校高学年になった頃から、寝る時間が少しずつ遅くなっていって、それに合わせて自然と下の兄弟の寝る時間も遅くなっていきました。携帯電話も私は高校生になってから買ってもらいましたが、下の兄弟は中学生で買ってもらっていて、当時は不公平だと感じていました。しかし、今振り返ると、両親も仕事と家事をこなしながら子育てをしていたわけで、子供一人一人に完全に合わせることは難しかった結果、そうなったのかなと思います。進学の時も印象に残っている経験があります。私は進学先を決める際に、両親に何度も相談しながら決めていましたが、自分がやりたいことができる場所に行きたいと思っていたものの、両親には今まで頑張ってきたんだから、合格できる中で一番いい学校に進んでほしいと言われ、最終的には両親の意見に従いました。ところが、下の兄弟は違いました。自分でしっかり調べて、決めた後に両親に伝えて相談する時間もないまま、自分の意思を貫いて希望通りの場所に進んだんです。その時、私は羨ましいと思ったし、自分にはできないことができてかっこいいなぁとも感じていました。この違いはどこから来たのだろうかと考えてみたんですが、皆さんはどう思いますか？私は下の兄弟は上の兄弟の姿を見て育っているから、その環境の違いからなのかなと思いました。どのタイミングで親に話せばいいか、どう伝えれば受け入れてもらいやすいか、上の兄弟の経験を見てきているからこそ、自分の時はどう動けばいいのかが分かっているのではないかと思います。つまり、性格というより経験から学んだ知恵の違いなのかもしれません。もう一つ、ボランティア活動での経験があります。私は学校や地域のボランティア活動によく参加していたんですが、下の兄弟が後で同じイベントに参加した時に大変な思いをしないように周りの人に丁寧に接するように心がけていました。その結果、兄弟が同じイベントに参加した時、ひなさんのおかげで助かったよと言われたそうで、よく兄弟から感謝されました。こういった経験を振り返って、長女として責任感が自然と育まれたのは、そういった経験からかもしれないと思いました。勉強を教える場面でも、自分がわからなかったら、誰も教えられないかもしれないという気持ちから、常に準備していた記憶があります。今でも何かをする前に何が起こってもいいように、しっかり準備する癖があるんですが、これが生まれつきの性格なのか、長女として育った影響なのか、自分でもよくわかりません。ただ、小さい頃から自分がしっかりしなければと思って行動してきたことは少なからず今の自分に影響している気がします。次に私の兄弟を見て感じた真ん中の子と末っ子についてお話しします。真ん中の兄弟は
生まれてすぐに下の子が生まれたため、末っ子でいられた期間がとても短かったです。そのため、小さい頃から長女である私と末っ子に両親を取られていたため、いつも周りを見て、両親を独占できる時を見計らって甘えていたと言っていました。その影響なのかはわかりませんが、兄弟の中では一番空気を読むのが上手だと感じています。例えば、家にお客さんが来た時、その人が何を求めているのかをいち早く察して行動しています。面白いのは、ただ合わせるだけではなく、自分の意見もうまく入れながら、自分にとっても周りにとっても最適な方法を見つけているところです。こういう立ち回りは真ん中という立場で自然と身についたものなのかもしれませんが、本人は意識してやっているわけではなさそうなので、そこがまた面白いなと感じています。一方で末っ子は上の兄弟に面倒を見てもらう場面が多かったからなのか、人に頼ることがとても上手です。私は何かお願いするとき迷惑じゃないかなとすぐ考えてしまうんですが、末っ子はどのタイミングでお願いすれば受け入れてもらいやすいかを自然に把握していて、上手にお願いをして助けてもらっています。さらに何かをしてもらった後のリアクションがとても上手なので、末っ子にお礼を言われるととても嬉しくなります。これもずっと面倒を見てもらいながら育ったからこそ、自然と身についたスキルなのかもしれません。今日は生まれた順番で性格は変わるのかというテーマで話しました。生まれた順番だけで性格が決まるわけではありませんが、その過程の中でどんな役割でどんな経験をしてきたのかということが少なからず今の自分に影響しているのかもしれません。同じ親のもとで育っていても、経験することは意外と違います。その積み重ねが今の性格につながっているのかもしれません。だから、兄弟の順番だけで性格が決まるとは思いませんが、少なからず影響はあるのかもしれません。そう考えると、ステレオタイプは生まれつきの性格というより、その環境の中で自然と育まれたものなのかもしれません。皆さんは何番目の子供ですか？そのステレオタイプは自分に当てはまると思いますか？また、皆さんの国では兄弟の順番についてどんなイメージがありますか？ぜひコメントで教えてください。こういったテーマについて日本語で自分の経験や考えを話す練習をしてみたいという方はオンラインレッスンもしていますので、ぜひ来てみてください。それでは今日はここまでです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。